こんにちは、ロン毛です。坊主でございます。はい、はい、今回もちょっと洋服を紹介していこうと思いますけども、今回はアビバジフェイシューの SS25 の作品を紹介していこうかと思います。お願いします。はい、素晴らしい。というわけで早速1点目がこちらでございます。大物でございますね。はい、一番もう今の時期にちょうどいいんじゃないかなっていうところで、前回の秋冬でうちがカスタムオーダーしたコートがあるんですけど、リラックスマックコート、それの 25SS 版です。はい、これはね、やっぱね、私自分でもその秋冬のやつはもちろんコート買って冬の間着てたんですけど、この形がねやっぱ好きすぎるっていうことで、やっぱね SS でもこれは紹介したいっていうことで撮りました。ネイビーにしたってことですか、今回。そう、これカラーはねネイビーで、もうこれはもうインラインのままでうちがオーダーをカスタムしたとかっていうのはないですね。このボタンももともと今回はこのホームボタン、前回私が付け替えたいっつって指定したボタンと同じボタンだったし、基本的なデザインのディティールは何も変わってないんじゃないかな。前回の秋冬を踏襲してるような。そうで、生地が全然違うんですけど、かなりね軽やかな生地になってます。少し光沢もありますわな。そう、これね生地が 83% コットンの 17% シルクだから、ちょっとこう近くで見るとね光沢感があるというか、キラッとしてるような部分があるようなもので、もう一個特徴としてこれウォータープルーフなんですよね。コットンシルクでなんだけど水を弾くんですよ。そう、これがね非常にいい。そんなことが可能なんですね。そうっていうのも、何かコーティングしてるとかっていうわけではなくて、高密度な織りだから、水が浸透しづらいっていうのがちょっと特殊な生地を使っています。でこのウォータープルーフなんだけど、少しちょっと毛羽立ちがあるようなというかさ、ソフトなブラッシュとフィニッシュみたいな風になってるんだけど、すごく軽いんですよ。柔らかく動くような感じ。デザインの特徴はね、それこそ秋冬のコートとほぼ一緒なので、過去のシーズンの動画とかももしよかったら改めて見ていただけたらとも思うんですけど、ここが上3つねボタンが見えるのと、下もボタンはあるんですけど、こっちは肥沃になっているっていう、だから結構下はすっきりめですね。相当気に入ったんだね、あの秋冬のコートのデザイン。僕はねこの形非常に気に入ってて、木をてらってない形っていうか、長く使える飽きのこない感じが、やっぱ私はそれこそ何着持っててもいいような形かなっていうところで、秋冬と春夏で今回同じ形を入れましたっていうところですね。で内側がね、これが白なんですよね。おー、綺麗ですね。はい、なんか春夏らしくね。で白って言ってもこっちはちょっとベージュっぽい感じで、こっちとこっちはまたちょっと雰囲気が違う、こうやって袖まで含めてランダムでこれそれぞれのパーツを別の生地使ってるんですけど、どれも内側はシルク 100% のライニングになってます。贅沢。そうだからこれ個体差があるっていうか、どこのパネルがどこの生地かっていうのはものによって違うんですよ。だから内側はちょっと一点物仕様みたいな感じになっていますね。はい。でこれがミディアムかな。そうですね、こっちがミディアム。私は秋冬の時もミディアムを着てたんだけど、今回もミディアムでいいかなと思ってるので、一回ちょっとこれ着てみようかな。ぜひぜひ。はい。というわけで早速着てみたんですけど、サイズ感としてはこんな感じ。かなりね、本当軽いんですよ。渡君着比べれるからね。秋冬の感と比べてる。もう揺れ動く感じとかが全然違うかな。ちょっと秋冬のやつ持ってこうかな。はい、ちょっと今同じ形の秋冬の私の私物を持ってきてるんですけど、こっちはかなり重ための生地で、なびくっていうこういう軽さじゃないっていうかさ、動き方も全然違う感じなんだけど、こっちはもう軽やか。春夏にぴったりです。そう、春夏にぴったり。特にこのちらっとさ見えるこの白い
ライニングがなんか春っぽいっていうかさ、今回はインラインがこの白で、私はあえて変えずにこのままオーダーしました。なるほど、サイズ的にはまあやっぱミディアムかな、ちょうどぐらいですね。それだけもね、私は181、でこのぐらいの丈感。りょうくんこれミディアム着てみる？かスモールもあるんだよね。まあとりあえずミディアム着てみます。一旦ミディアム着てみてもらって。これミディアムです。ミディアム。私が171。そうだね。ミディアムじゃなくてスモールのがいいかな。スモールも着てみますか。ちなみにさ、これ見て。こっちがスモールで、内ライニン側グね、ちょっと配色というか違うでしょ。こういう風にね、まあ一点物の配色になってますね。なるほど、それまたいいですね。はい。こっちの方が好きじゃない？やっぱ S かな。S だね。やっぱりこの感じですね。170センチが来てこの感じです。めちゃくちゃ軽くない？軽い。ね。なびく感じもいいです。そうそう。本当春とか、まあ秋の寒くなさすぎるシーズンっていうかさ、ちょうどいいかなっていう感じがするね。いいですね。かっこいいじゃないですか。はい。っていうのがこのリラックスとマックコートの SS バージョンでございました。はい。では続いて2点目なんですけど、こちらもさっきのリラックスマックコートと同じ生地のコットンシルクのウォータープルーフの生地なんですけど、この形自体が SS25 から初めて採用された形かな。アビバでは初めて出た形なんですけど、新作ですね。フーデッドジップパーカーっていうことで、パーカーですね。私フードついてるものね、あんまり着ないかったんですよこのまで。でもなんか今シーズンアビバのやつ見たらね、非常に良くて、なんかハマっちゃったんだよね。今着てるこれもさ、アビバの SS でまた後日別で動画をね撮れたらと思ってるんですけど、パーカーがね非常に良くて、でこれは今ここ全部基本この上以外はね肥沃になってるんですけど、これ外すとね、これボタンもついてんだよね。なのでボタン閉めてもいいし、ジップで閉じてもいいし。そう。こうやって、ジップとボタンになっています。でジップはねこれダブルジップなんで、上からも下からもこうやって開いたりできる。通気性をもし保ちたいんだったら、ジップ閉めずにボタンだけ閉じると中にちょっと空気もはらんでって感じで。そうっていうこの仕様で、ボタンが上のここは陶器のボタンにアクセントにいいじゃないですか。そうなってます。可愛いよね。これはもうインラインでその仕様で、今回に関しては私それでいいかなと思ったので、あえて変更はしなかったんですけど、唯一これで変えた部分が1個あって、ライニングがこれまたフルライニング入ってて、秋冬のマックコートで使ってたコットンシルクのすごいこれもツルツルの肌触りのいい、私お気に入りのファブリックなんですけど、フードのライニングだけチェックのシャツの生地になっていたんだよね。思い出した。ちちょっとブルーのあったね。ここだけアクセントみたいな感じで別の生地が使われてたんですよ。それを私はもう全部こっちの同じコットンシルクに変更してくださいっていう指示をして、なのでこの仕様はうちだけかな。なるほど。でこれね見れば見るほど結構ね面白い仕様にはなっていて、この袖の部分とか結構がっつり太めに作ってあるんだけど、ここにちょっと肘元にプリーツみたいな入っていて動きやすくなってたりとか、あとここもゴム仕様なんだけど、こっち絞ることができる。2箇所さらに絞ることもできたりとか、あとここ胸元ではなくてこのウエストあたりはねドローコードがついていて、絞ることができるっていう仕様ですね。パーカーってすごいカジュアルなアイテムのイメージかなと思うんですけど、これはね生地がすごい上品で、だから可愛くなりすぎないですね。品の良さっていうのもありますね。品がいい、品の良さがにじみ出ちゃうっていうか、それだからこそパーカーでも着たいなって思えたっていうか、なので今回ちょっと初めての方なんですけど撮ってみたっていうありますね。あとやっぱウォータープルーフってのはいいかなと思って、ざっくりと羽織ってもらえたらいいのかなって。もちろんフードもついてるしね、立体的なフードも作りになっているんで。なるほど。
いいかなと思います。これはサイズミディアム。これそうだね、ミディアム、うんうんちょっとこれ着てみようかな。はいはい。はい、今着てみました。どう？かっちょいい。いいですね。いいよね。あなんかパーカーなんだけどさ、いいよね。あ。うん。品もありつつ、うん。これいいカーブその描いてる展示会で試着した時に、はいはいなんかめちゃいいわと思って。着とんなこれと。でこの深いんだよね、このポケットも。うんうんだからなんか手がスッと収まるっていうか、まあアビバ全体的にさ、ちょっとボックスシルエットみたいな太めな形が多いんで、まあ、ミディアムで結構もちろんゆとりがあるっていう感じ。うちではスモールとミディアムを取ってます。このシャツも SS のアビバなんですけど、この元々のシャツがこのフードの裏のね、ライニングになんかアクセントみたいな感じで使われてたんですよ。だから僕はそれをやめて、これと同じ色で統一したっていう感じですかね。いいチョイスだと思います。よっぽど寒い日とかじゃない限りはもうこういう開けっぱかな、まあ、もしくは今みたいにこの第2ボタンとか、まあ、一番上とか、この辺りボタンだけ閉めるとか、なんかそういう使い方の方が個人的にはしそうかなとは思うんですけど、まあ雨降ってきたらもしかしたらジップ閉めるかもしれないけど、そういう時のためにまあいいよね。でバサッとさフードをかぶることも可能だしね。いいですね。そうなんですよ。意外と大人っぽく見えるんじゃないかな。やっぱ生地の良さなのか。スモールあるの？スモールもある。ちょっとりょうくん着てみます。はい、ちょっと今開封したてで畳まれた状態なんで、サイズ感だけでもちょっとシワがスチームしてないんであれなんですけども、せっかくなのでスモールサイズを。いや失礼して。これも軽いでしょ。軽い。これ軽いね。さらに軽いわ。ね。これでスモール。私170センチちょうどぐらいです。まあ多分やっぱりりょうくんぐらいだとスモールでいいって感じだね。こんな感じ。いいじゃん。いいですよ。こういう感じでね。これでベージュで私の場合は軽さが出てね。こういう感じに絞るとまた。いいね。なんかりょうくんこういうダボっとしたもの着てそうな感じがするけどね。持ってるやつだね、私は。そう可愛いね。はい。っていうのがまあこれ2着目で、まあ新型のフーデッドジップパーカー。結構私の中ではかなりいいアイテムだなと思ってますね。これもそうさっき言ったみたいに SM 展開ですね。はい。というわけで3点目がまあ今着てるこちらのシャツなんですよ。最高。これねマジで最高なんだよな。展示会のさ2人で行ってうちら最初にパーって見た時にこれいいじゃんみたいなね見た時にあまりにも軽くてさめちゃくちゃ本当今改めて着ても軽いし、なんていうのこのガーゼ素材っていうかさこれ自体がいろいろ使ってんだよな確かコットンビスコースリネンか。いい組み合わせですね。夏っすね。素晴らしい。すごいね軽いっていうのもなんかアビバのこれまでのやつはわりかしまあコットンのプリントシャツだったりとかその春夏でもここまでガーゼ素材っぽいものがなくって今回はすごく薄くてこう風が通るような、春夏素材っぽいものを使ってシャツを作るっていう風に思って選んだ生地がこれだったっていうことで、いやこれはねもうこんなん最高やん。本当最高。これもうなんだろうここで今吊るしで紹介するっていうすごいディティールが凝ってるとかってそういうやつよりは、まあどっちかというともう本当着たいっていう感じそういうものかなって思いますね。もうそれこそ形はアビバらしい身幅がちょっとあるボクシーな感じで丈もすごい長いわけじゃないからねこういう形になってますね。いいね。これ仕様なんか変えたの？仕様も若干変えたんだよね。これがまあボタンとかはもうこのまんまで唯一変えたのがこのポケットなんだよね。ポケットがもともとはなんかそうパイピングが斜めにここのね口のところについてたんだけど、まあそれが私はちょっと気になってもうシンプルのプレーンのポケットにしましょうじゃなくてしてくださいっていうふうにねまあ言って。だからまあ本当フードのライニングとかまあこれもそうなんだけど本当細かいディティールかなと思うんだけどでまあそこ
のさちょっと気になるなみたいなのって、まあ、私の場合はもうずっと気になっちゃうからさ、まあ、自分のいいなと思うものに変えてくださいっていうふうにね言って、まあ、アビは毎回対応してくれて、ありがたい限りっていう感じなんですけど、そうそうそうっていうのが、まあ、このシャツですね。抜群。もうそもそも基本的にはもう出来上がってる感じだなと思ったんで、唯一このパイピングだけ変えるっていう仕様で、ほぼインラインだけど一応うちでしかこの仕様はないかな。なるほど、いいですね。はい。でね、今はこの長袖を紹介しようと思ってるんですけど、実はこの同じ生地で半袖バージョンもオーダーしてるんですよ。だからどっちをね皆さん好きかなっていうのはあるんですけど、私は最初ねいや長袖めちゃいいなと思ってたんだけど、私は今回は半袖買おうと思ってるけど、ぶっちゃけこれもめちゃくちゃ軽いんですよ。かなりこう風が通るような軽い素材なんで、夏でも結構全然いけるかなって思う素材なんですよ。だけど2種類取ったのは、私はもうこの軽さで半袖だったらもうよっぽど軽いっていうか、そのぐらい本当に夏でもリラックスして着れるっていうのがいい人は、まあ、今度もうちょっとね暖かくなってから紹介しようと思ってるんですけど、その半袖の方を買っていただくのがいいかなと思うんですけど、でもやっぱり半袖ってまあ良くも悪くもカジュアルに見えがちだしね、肌が焼けたりとかね、で夏でも長袖着てる方っているかなと思うんで、まあ、そういうちょっと肌出すのが抵抗あるよって方とかは長袖でも非常におすすめかなと、思いますね。はい、まあそうね、夏でもそれこそこれにショーツとかさ、そういう合わせももう抜群にいいと思うし、もう見える陣取りのショーツ、そうでしょ、そうなんですよ。まさに多分展示会行った時とかって夏で俺がもう陣取りのショーツ履いてて、これとか合わせてた時すごい良かったなって思った覚えがあるんですよね。いい生地ですね。そう素晴らしい。なんでまあこれが3つ目、他にもまあいくつか春夏の作品は入ってきてるんですけど、一旦今回の動画ではこの3つの作品を紹介ということで、いいじゃないですか、終わらせていただいて、季節的にはね、また別の動画でね、それこそ半袖だったりとか、さっきの私が着てた白いフーディーだったりとかね、そういうのも紹介できればと思ってるんで、でこの動画が出てる頃には少なくとも今紹介した3つ見れるようにはしておければなと思ってるので、ぜひラウンジサイチェックしてみていただければと思います。はい、というわけでこの度はご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。